全体がさ、古い町並みが残ってるっていうことでさ、世界遺産に登録されてるみたい。今ね、山西省の新中市にある平陽の平陽城まで来ました。今日はあと半日あるので、この古城の中を見て回りたいと思います。普通に入り口で入って、で四合院の形をした建物がずっと奥に続いてるんですね。その当時の建築は、手前側は公務室、つまりその働く場所、この城内に住んでる人たちが出たり入ったりもできる場所で、それで奥に行けば行くほどプライベートな場所になるという伝統的な作りだそうです。これは明代の建築ですが、この中で民事紛争の懲戒とかが行われてたみたいです。こんな感じに訴状とかの資料を置いてたところだそうです。平陽の偉い人、ここの公務員の偉い人のオフィス、赤い顔の人が人々の訴えを聞いて、この人があかん間違ってるとか言って、この当時あった明代の刑法、中国の昔の法はほとんど刑法ですが、その刑法に従ってこういう罰をこの人に与えるということを判断して、日頃からいろんな仕事があったみたいです。役所の中に植えられている樹齢600年の木で、今はですね、正面入り口からずっと奥までいろんな建物を通り抜けてここまで来ました。で、ここがやっとこの邸宅です。ここに住んでるその県知事みたいな人の自宅が最後にあります。こんな感じ。役所の中にですね、小さなお医者さんの治療をする場所もあります。ここは軽犯罪者用の牢獄だそう。この木のこっちにこの木の枠の中に入れられてたんかな。こんなのこぎりで切れるやんな。こんな風に建物に歴史建築っていう風に貼られてるものがたくさんここずーっと並んで、ここは清代と民国時代の住居だそうです。多分人の家だか何かな、入っちゃいけないと思うから。スプーン折れちゃった。最初はどうかなと思ったんだけど、食べてたら口の中に甘いのが広がってすごく美味しかった。実証所兵庫博物館に来ました。兵庫は商業の発展に伴い清代に形成された旧式の信用機関です。その多くが山西商人によって設立されました。山西商人の多くは長距離の輸送に従事していたため、資本の回転が遅く借貸が必要だったのです。これは清代同行時期の開票で、現代でいう手形のようなものです。この開票と引き換えに北京で銀500両を受け取ることができると記されています。標語の支店は中国にとどまらず大阪や神戸にもあったそうです。これは中国民清代の典型的な契約書です。左側にある中連というのは保証人のことで、契約当事者の共通の知人など信頼の厚い人物が保証人となりました。このように当時は現在の裁判所のような中央集権的な機関はなく、民間で民事紛争の解決を図っていました。
もありがとうございます。はい、じゃあ乾杯。トマト味の火鍋で。私はね、中国の料理は火鍋がすごく料理っていうか火鍋がすごく好きで、でも辛いのはすごい辛いのはちょっと苦手だから、いつもトマトの鍋、トマトの味のやつですごく美味しくて、はい、そうね、その山西省私初めて来たんだけど、もう北京から乗る高速鉄道の中から見ても分かったように、その今季節がね、今2月なのでね、冬なんですね。だから全然木や草がね色がない世界ですね、この季節は。だから思ったのが5月以降ですね、暖かくなってから来たらもっと緑がたくさんあって、別のね景色、別の雰囲気をね味わうことができたのかななんていうふうに思いました。で私この旅を始める前は結構忙しくしてたりして、旅行中すごくなんか貧血になってしまって、で本当はその古いね木刀をね朝起きて見に行く予定もあったんだけど、体調を優先してそれをキャンセルして、直接平陽まで来るということになってしまって、なんかそうね、なんか自分が計画したから計画した通りにやりたいってその性格はあって、なんかでもそこはね柔軟にね一緒に旅してる人と協力してもらって、でもそんな中でも楽しくね旅行できているので、それは良かったと思います。